こんにちは皆さん、アブブのヒロです。はい、今日は何をしてるかと言いますと、Tea of Month という主にですね、私たちのメールマガジンを毎月日本語と英語で発行してくれてるんですけども、そのメールマガジンでご紹介しております毎月のお茶をスタッフがですね、美味しい入れ方はこんな感じですっていうおすすめの入れ方を、お伝えしながらお茶のことをお伝えするという企画です。で、私たちいろいろなところでインスタグラムとか YouTube とかですね、メールマガジンの読者日本、世界におられるんですが、大体そうですねトータルで、2万人ぐらいの人に見ていただけるというようなものになるので、今日はもう楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日ご紹介しますお茶は、黒玉露です。はい、黒玉露で、これ何を言うてんのみたいな話だと思うんですけど、これがですね私たち、紅茶と玉露のそのなんていうんですかね、このドッキングといいますかミックス製のお茶を作ってみたんです今年で。2019年の、5月以降からですね私たちの方で新しくこうマネジメントをし始めました青い森という約1ヘクタールほどの茶畑がありまして、そこがこう棚というものがあるんです。玉露を作ったり、あと、抹茶を作ったりですね、かぶせ煎茶を作れるような影を作れる、そういった施設ですね。それがあるその畑で、その2019年からですね農薬とか肥料をやらずに自然の、恵みですね、お日様であったり雨と我々の愛情、こう手間暇をかけて、お茶の収穫をして製茶をしているという畑があるんですが、そこで玉露として今年の春にですね約そうですね3週間から1ヶ月ほど影を、収穫前に作った新芽のきれいなお茶をですね、なんと工場でですね、胃腸させる、ウーロン茶とか紅茶を作るような形で、香りは、フルーティーな香りを引き出してからですね玉露の製法で作ったのがこのお茶です。このお茶です。このお茶です。で、これ玉露とか煎茶と同じような製法で作ってるので、どうでしょう、見てください。針のような、ね、見て見てって感じね、針のようなお茶になっております。紅茶って大体ねグリグリっとしたような感じだと思うんですけど、せっかく日本で作る紅茶なんで日本の製茶製法を使いながら世界に我々しかないようなものが作れたら、ユニークなものが作れたら面白いなと思って作らせてもらいました。なのでほのかななんて言うんでしょうか、玉露らしいうまみであったり渋みが非常に少ないんですけども、その紅茶の香りがしたりとねかなりなんて言うんでしょうか、複雑な香りになっています。そして我々のその、商品名としてナチュラルブラック玉露っていう感じで、呼ばせていただいてます。では早速入れていきたいと思います。で、このお茶は玉露なんで1煎目、2煎目ぐらいまで今日入れさせてもらいましょうかね。1煎目はちょっと湯冷ましをします。で、今現在ちょうどもうバッチリのタイミングですね。100度ボイリングですね。沸騰したお湯を、用意してもらってました。もうクッキングしようかって感じですね。はい、ちょうど沸いたよっていう音ですね。で、これを今日は 5g の茶葉に対して最初はそうですね150cc ぐらいにしましょうかね。 150cc ちょっと入れすぎましたけど 180cc ぐらいになりました。はい。で、この辺はお好みだと思うんですけど150から 200cc ぐらいの沸騰したお湯をまずは冷ましていきたいと思います。なので、こんな感じですね。なんかスタジオみたいになってます。すごいですね。はい。そして
そしてこれね、もう一回湯冷まします。だいたい10度ずつぐらい落ちるので、70度ぐらいを目安にお湯の温度をちょっとコントロールしていきたいと思いますね。はい。そして茶葉を投入します。投入します。どうでしょう。こんな感じです。こんな感じです。こんな感じです。いい感じですね。紅茶らしい深い、なんて言うんでしょうか、フルーティーな香りになってますね。美味しそうです。そしてちょうどいい感じの70度ぐらいの、温度になってるかと思います。ちょっと熱いです。このお風呂に入ったらもうあっちってなると思うんですけど、飲み頃にはなってますね、非常に。そして入れますね。入れておきます。で、このお茶はその玉露とか煎茶と同じように針状ニードルタイプになっておりますので、お茶の葉っぱが開くのを楽しんでいただける感じですね。ちょっとずつ開いていっております。だいたいそうですね、約40秒ぐらい、45秒ぐらいにしましょうか。今日は45秒ぐらい抽出時間を持ちたいと思います。はい、45秒ぐらいですね。いい感じに開いてきて、この香りがなんてグッドアロマですね。いい感じです。はい、蓋なし急須で今日は入れております。蓋がないとね、こんなんみんなも言っても、うちのスタッフのみんな言ってるかと思いますが、蓋がね、割れたりするリスクもないですし、お茶の葉っぱも見れますし、なんて言うんでしょうか、香りとかもね楽しめたりするので、しっかりなんていうの、お湯に茶葉が浸かってるので、もう蓋があって蒸らすとかしなくてもええんちゃうかなって個人的には思います。でちょっとこのピッチャーでこの美しく入れられたらと思って、こんな感じで最後の一滴まで今日自動的に、どうでしょうか、いい感じですね。抽出してもらえるようにしましょう。美しい色、ブラウンの茶色のね、この琥珀色といいますか、茶色といいますか、すごくいい色合いで、透明感のあるいい色合いでございます。いい色合いですよ。香りもすごくいいです。最近はもう本当にこればっかり、この急須ばっかり使ってしまってますね。このピッチャーとの相性がまたよくって、そして最後の一滴では飲んでいきたいと思います。これめっちゃいいですよね。栗オブブの、事務所の目の前、インターンの子たちが住んでくれてる、家の前に実は大きな栗の木がありまして、神社の栗の木だと思うんですけど、すごく古い木だと思うんですけどね、たくさん実は実がつきまして、栗って感じね、秋らしいですね。ではカトリーナ殿もどうぞ。ありがとう。はい、ありがとう。いただきます。いただきます。優しい味わいですね。美味しい。美味しいです。ありがとうございます。もうちょっとあれですかね、150cc ぐらい、今日ちょっと 180cc ぐらい入れてしまったんですけど、150cc ぐらい入れた方がよりこの濃厚なこの黒玉露感を感じてもらえるのかななんて思っちゃいましたね。では、具合もいいですね。2戦目も楽しんでみたいと思います。
で2煎目はもう直接いっちゃいますね。もう、沸騰したお湯のまま、そうですね、ちょっと渋みを感じられるんでしょうか。これもちょっと150ぐらいにしときます。はい、150cc ぐらいですね。でどうでしょうね、ちょっと20秒ほどいってみましょうかね。この深いこの紅茶の香りとその玉露っぽい、なかなか玉露っぽい香りなんでこもったこのなんて言うんでしょうかね、かぶせた香り、シェイビットの香りといいますかね、そういったものが合わさってるような感じがします。いや、なかなか面白いものを、今年から作ってみたんですけど、来年もちょっとおもろいのを作ってみようかなと思ってます。できればなんて言うんでしょうかね、このオブーで作らせてもらうお茶、せっかく日本茶を作ってるっていうのもあるので、日本でしか作れないようなお茶っていうのをとか、その例えばわずかのねこの、土地の香りといいますか、このわずかでしか出せないようなお茶とかできたら面白いなって思いながらやってたりします。でなかなかね、その玉露ってほんまにその高級なお茶っていうことで皆さんご存知いただいてると思うんですけど、それをあえて肥料もやらずに、その旨味を目指さずに香りにフォーカスを当てた玉露っていうのを、実はこの今ナチュラルシリーズっていうので、今年の10月以降ですね、10月の末ぐらいから煎茶も含めて桜煎茶とかもやってるんですけど、玉露とかそういうその無農薬、無施肥といいますかね、農薬もその肥料もやらずに、そのお茶のその恵みだけで、お茶の恵み、自然の恵みですね、自然の恵みで育てた、我々の愛情と自然の恵みだけで育てた、そういうお茶のシリーズをちょっとこう、オブの方では展開させてもらいたいなと思ってまして、ぜひウェブサイトもチェックしてね、Please check it out って感じですね。はい、そんなお話をしてるといい感じに入りましたね。そして今回2戦目はちょっと赤みが、紅茶らしい赤みが出てまいりました。いい感じです。もしよかったらみたいな、すごいさらに色合いがすっきりクリアですよ。すっきりクリア見えますか皆さん。なんて綺麗な色。そしてカトリーナどのやつ見てもいいですか。すごいカメラマンとこのねしつらいとかも全部なんと彼女がやってくれたんです。すごいですよね。もうこの今お茶の畑ではちょこちょここういうあれです花がね、青森、フロム青い森、すごいね、すごいこの、お茶を収穫した畑からなんとこの前作業に行ってくれたので、農作業に行ってくれたので取ってきてくれたということです。すごいですね、ありがとうございます。では2戦目飲んでみたいと思います。優しい味わいです。ありがとうございます。どうぞお召し上がりください。後味がやっぱり特徴がありますね。ぶっちゃけって言いますと、あんまりこれたくさん作ってないので、もうなんて言いますか、こう来年もね、もっと皆さんのお声を聞きながら、もしご好評だったらちょっとたくさんっていうほどではないんですけど、ちょっと多めに作らせてもらったりできたらなと思ってたりもします。その青い森という1ヘクタールの畑でだいたいそうですね、15種類ぐらいのそのお茶のなんて言うんでしょうかね、種類のものを作れたりします。普通の煎茶からね、煎茶、玉露、抹茶とかね、あともちろん柳の番茶とか、あとほうじ茶とか、あとこういう黒玉露とか、ニードルウーロンティーとかですね、ウーロン茶とかですね、
あとその、玄米茶とかも今は、そこの葉っぱだけを使ってナチュラルシリーズを作っていきたいなというふうに思ってたりします。はい、なのでいろいろとこうなんて言うんでしょうか、面白い商品があったりするのでぜひ試してもらえたら嬉しいです。いや、なかなかいい感じでございます。ありがとうございます。ということで、Tea of Month、今月は10月、ごめんなさい、11月ですね。11月の、お茶として黒玉露、ナチュラルブラック玉露ご紹介させていただきました。ぜひこうチェックしていただけるととても嬉しいです。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you very much. はい、皆さん楽しんでください。わずかにも来てね。ありがとう。ありがとうカトリーナ。力こっちからこっちの風